皆さんこんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化やしきたり、生活、歴史、日本のちょっと面白いことについて日本語でお話ししています。もし海外からの視聴者さんがいればCC ですね、字幕をつけて一緒に楽しんでくださいね。皆さん今日はどうお過ごしですか？皆さんがいる国や町の天気は今日はいかがでしょうか？いかがですか？いくつか前の動画で私は日本の夏祭りと浴衣についてご紹介しました。もしまだ視聴されていない方がいればぜひ見てみてくださいね。今日はもう少し日本の夏の風物詩についてお話ししようと思います。皆さん日本語の風物詩という言葉ご存知ですか？夏のものの歌、ポエムですね。歌というふうに漢字は書くんですけれど、この風物詩の意味は、その季節を特徴づける自然現象であったり、行事であったり、食べ物であったり、文化のことを指す言葉になります。風物詩は日本では私たちの生活の中で特定の季節を感じさせる。その言葉を聞くと、あの季節だなっていうふうに思い浮かべれるような言葉のことを指します。これはもちろんこの目に見える景色や物であったり、あとは音であったり、匂いであったり、味覚ですね、味であったり、いろいろなことを指します。これが風物詩です。今日はその夏祭り浴衣ではなくて、もう少し日本の生活に根付いた夏の文化、風物詩をご紹介しようと思います。まずは涼を取る文化をご紹介したいと思います。涼を取るというのは漢字で涼しさを取るというふうに書いて、例えば夏の暑い日にどうにかして涼しさを求める、涼しさを作る、作り出す、生み出すというような意味があります。この涼の取り方、またいくつか前の動画では怖い話をして涼を取るというふうなお話をしたんですが、他には例えば打ち水というものがあります。打ち水というのは朝起きた時や仕事から帰ってきた夕方に、家の前の道路とか地面に水をまくことですね。地面に水をまくことで地面の温度が低くなって涼しくなるということがあります。これは見た目も涼しくなりますし、また同じ時間帯に打ち水をする近所の人とお話できたりなんかもできて、近所付き合いができるタイミングでもあります。こういった打ち水を日本では夏によくします。私は小さい頃からおばあちゃんのお家に行くことが多かったのですが、特におばあちゃんは朝夕方忘れず打ち水をしていたことを思い出します。そうやって朝と夕方は打ち水をする文化はあるんですが、日中ですね、夏暑い日なんかは、日差しを防ぐ、遮るためによしずやすだれといったアイテムが使われました。このすだれよしずというのは竹でできたカーテンですね。なんかもうすごくアジアらしい、日本らしいアイテムだなと思うんですが、これを、日中窓とか、ドアの扉のところでもいいですし、こうやって立てかけておくんですね。こうやって日陰を作ることで暑さをしのいでいました。このすだれ、よしずの他にも緑のカーテンといって、この、つるなんかができる植物を窓の外に、で育てるということをします。例えば、日本の夏でいうとキュウリであったりゴーヤであったり、そういったものをこの窓の上から吊るすように植物を育てるんですね。そうするともう自然のカーテンになるんですね。葉っぱが日差しを防いでくれますね。こういったものもすごく夏の風物詩で、これはもう現代の日本では私は正直あんまり見かけないかなというふうに思います。これも私のおばあちゃん家ではゴーヤをよく緑のカーテンとして使っていました。植えていました。これは日差しも防いで、なおかつね自分の野菜も作れるので一石二鳥でとてもいいなと思います。もう一つ涼を取る楽しい涼の取り方として川遊びがあります。海でも遊んだり海水浴はするんですが、川の方が水温が低くてすごく冷たいんですね。
なので田舎の風物詩といえば川遊びです。私も小さい時に、友達と一緒に川遊びに行って、いかだ下りなんかをしましたね。何か木でできたなんか船ですね、もういかだに乗って川を下るですね。これもすごく楽しくてハラハラするし、とても楽しい思い出です。この漁を取るの後に待ち構えているのが虫との戦いですね。蚊との戦いです。日本の夏では蚊が本当に多いです。水辺だけじゃなくて住宅街、私の部屋の家の近くとかもう部屋の中とかにも夏になったら蚊が迷い込んでくるんですね。こういったのを、代々日本人は蚊取り線香で蚊を追い払っていました。蚊取り線香というのはこういう渦巻き状の線香なんですけど、この線香の中には殺虫成分が入っているんですね。そして火をつけるとこの殺虫成分がもっと煙と一緒に共に舞い上がってこの虫をおびき寄せなくするっていう風なこういった線香が重宝されています。この有名なブランドとして金蝶の蚊取り線香なんかももう本当にブランドですね。このパッケージとかロゴとかもすごくレトロでもうずっと変わっていなくて、これを見た時に日本の夏だなっていう風にすごく日本人は感じますし、この蚊取り線香の独特の匂いもすごくいいんですよね。なんかバーベキューをする時であったり外で花火をする時であったりいつもあった匂いなのでとても懐かしい気持ちにもなります。そしてもう一つ、寝る時に蚊帳を使っていました。蚊帳というのは、こういった眠る時にこのお布団ベッドのところをもう少しこのカーテンをするような形ですかね。これを蚊帳と言います。もう少し分かりやすいので言うと、皆さんジブリのトトロを見たことがありますか？トトロの中で、お姉ちゃんのサツキと妹のメイが夜お布団で寝に行くところがあるんですけど、そこでお父さんが蚊帳を準備しています。その蚊帳の準備をしている時にメイとサツキがぴょんぴょんなんかベッドの上とか蚊帳の上とかに乗って飛んでたりとかします。これが蚊帳です。はい、この蚊帳も、私が小さい時はすごく使っていたことを覚えています。なんかちょっとメルヘンな気持ちになるんですよね。私だけですか？眠る時にもう一つカーテンがあるっていうのがそう、この蚊帳も今では多分日常では使っているところは少ないかなってもしかしたら思うんですけど、旅館とかだとまだ日本の古い旅館なんかだと使っているところもあるんじゃないかなというふうに思います。この蚊帳も、使わなくはなってきているんですけど、言葉としては蚊帳の外という慣用句があって、これはある状況とか集団から取り残されているということですね。蚊帳の外ですね。こういった慣用句なんかも日本では今でも使われています。そして、食べ物とか飲み物ですね。夏の風物詩の食べ物、一つ目はやっぱりそうめんではないでしょうか。そうめんというのは薄い麺を水や氷と一緒に、食べる、麺類の料理ですね。これもだしというかが麺つゆとか醤油ベースの麺つゆとかと、あとは薬味でネギであったり生姜であったり、みょうがなんかも入れて一緒に食べます。これもいつもプールから帰ってきた後はそうめんっていう風な家庭が多いんじゃないかなと思います。暑い夏でもさっぱりして食べやすいです。そしてこのそうめんはすごく楽しいアクティビティになるんですね。この竹を半分に割った問いというものでなんかつなげてレールみたいにしてつなげるんですね。これの最初と最後に高低差をつけて、そしてこのスタートのところで人が水と氷とそうめんを流すんですね。そしてこの終わりの間に人が立ってお箸を持って流れてきたそうめんをこうやってすくって、そしてその一緒にだしと一緒につけて食べるっていう風な、これが流しそうめんです。これも何回かしたことがあるんですけど、もう子供のみならずみんながすごく楽しめるアクティビティ、夏のアクティビティだなという風に思います。今ではなんかある家庭、ある電気屋さんが家庭用の流しそうめん機なんかも作っていて、ちょっと小さいねアイデアは流しそうめんと竹の流しそうめんというわけにはいかないんですけど、こういったものも日本では売られています。とても可愛い
なんか子どもたちが喜びそうな機械ですね。そして、外食文化の中では町の中華屋さんたちが一斉にこういったポスターや張り紙や看板などが立ち始めます。冷やし中華始めましたですね。冷やし中華というのは黄色の中華麺にこの上に茹でた中華麺にハムとかきゅうりとかトマトとか、こういった卵とかも乗せて色鮮やかなこういった中華麺という料理があります。これも冷たい料理で、夏にはとても重宝されている、料理です。このポスターを見る時も夏が来たんだな、そういえば最近暑くなってきたなっていう風に感じる日本人もとても多いはずです。そしてこの食べ物の他には飲み物ですね。夏の飲み物といえば麦茶があります。日本人は、もう日常ですね、毎日お水の他にお茶を飲む家庭が本当に多いと思います。かくいう私は小さい時水が嫌いでした。もう信じられないんですけど、水を飲むのが嫌いでした。ずっと生まれてから物心がついてからずっとお茶を飲んで、毎日お茶を飲んで生活をしていたので、今はさすがに水飲めますけれど、こういった夏のお茶として麦茶がとても人気です。大きなやかんで煮出しして冷やす麦茶は、例えば部活帰りとか、すごく夏の暑い日外から帰ってきた時なんかもすごく心にしみる味がしています。そしてスイーツですね。夏のスイーツはかき氷がありますね。こういった氷を削ってその上になんかいちごとかメロンとかいろんなシロップをつけて食べるものですね。これをかき氷というんですが、こういったものも夏祭りであったり、他の、私はレストランとかでもよく見ましたし、最近はかき氷屋さんって言ってカフェの一角でカフェの中にかき氷をメニューとして出しているところも本当にたくさん見ます。そのかき氷もすごく、凝っていて、例えば抹茶かき氷だと上に小豆が乗っていたりとか白玉がサイドにあったり、あとはマンゴーのかき氷とか、すごくいろんなバラエティがあります。韓国でもピンスというかき氷のようなものがありますね。あれもすごく美味しいですね。すごくパウダースノーで、日本のかき氷はどちらかというとシャリシャリ、なんかシャーベットのようなすごく食感があるんですけど、韓国のピンスはすごくふわふわしていて、なんかクリーム系の甘い味がとても合う種類だなっていうふうに思います。そして第一の、夏の風物詩の食べ物としてスイカ割りがあります。スイカ割りというのは、例えば友達や家族とかと海に行ったり、誰かと集まった時でも最後の方にみんなでスイカを割るんですね。これも例えば川であったら日中は川の中にスイカを入れて、冷たくさせておくんですね。そしてなんかバーベキューも終わって花火も終わった後であたりぐらいに、一人が目隠しをします。そして棒を持ちます。で、少し距離のあるところにスイカを置いて、周りのみんなが誘導してスイカを割らせるんですね。これをスイカ割りと言います。なんかみんなで右違う左とか言いながらスイカまで誘導してスイカを棒で割るっていうようなことをスイカ割りですね。これも小さい頃何度もした覚えがあって、とても楽しい思い出です。これも夏の風物詩として、とても愛されています。そして風物詩の中には目に見えるものだけでなく音もあるっていうふうにご説明しましたね。この夏の風物詩の音の一つが風鈴の音ですね。風鈴というのは例えば金属であったりセラミックで陶器であったり、ガラスであったりで、こういったお椀型のものをこう逆にして、そしてこの中に舌という多分金属か何かでできたものと、あとは短冊ですね、なんか紙の部分があるんですけど、これを窓とかドアの近くに置くというか吊るすんですね。そして風がなびくとチリンチリンっていう風に音が鳴って、この音を聞いてすごく涼しくなるんですね。これも涼を取るの一部にはなるんですけど、これもずっと愛されている夏の風物詩です。
これも本当に私の夏を思い出しますね。おばあちゃん家に行った時や友達の家に行った時はいつでも風鈴があったと思います。また他の音としては花火の音がありますね。例えばそのお祭りのある大きい花火の音、なんかヒューバーンとかそういう音もなんですけど、家庭とか友達と家族とかで花火をすることが多いです。日本ではスーパーとかに行くと花火が売られているんですね。こういったもうスパークルっていうのが売られていて、いろんな種類があります。その中でも面白いのが線香花火といって、こう持つんじゃなくてこう垂らしてここをパチ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 っていう風にこの小さい火を楽しむ花火があるんですね。これを線香花火と言います。これもすごくなんか小さい真っ暗の中で小さい火がパチパチしてるのを見るとすごくなんかメディテーションの効果もあると思います。すごく綺麗で、このパチパチっていう音も日本人からするとすごく夏の風物詩だなというふうに感じます。打って変わってこの風鈴の音であったり花火の音であったり、こういった綺麗な音の以外にセミの声、セミの鳴き声ですね。これも絶対に夏の風物詩に入ると思います。私は日本に住んでいた時はセミの声やっぱりずっと聞いていると嫌になってきますよね。セミの声というのはアニメとか映画とかでもあるかもしれないですけど、なんかミーミーミーとかチーチーチーっていうもうずっと鳴りやまない音ですね。あれがセミの鳴き声なんですけど、これもずっと聞いてると確かに嫌ですとか、窓の近くに木があってこの木でずっと鳴いてられるともうたまらないですけど、でもずっとオーストラリアとか外国で夏を経験してきて、そのカレンダーでいうと7月とか8月9月を海外で経験していると、セミの声を直接聞く機会が本当になくて、もう最近はすごく恋しいです。そのセミの声がなんか今まで嫌だったのに聞きたいなっていうふうに思う時があります。このセミの声も日本の夏の風物詩です。またセミの種類なんですけど、夕方に鳴く日暮らしの鳴き声というのも、夏の終わりの風物詩ですね。なんかカナ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 っていうすごく切ない気持ちになるセミの鳴き声なんですけど、それももう夏の終わりを告げる風物詩として代表的な一つです。今日は日本の生活に根付いた夏の習慣風物詩についてお話ししました。こういったようになんかスイカ割りみんなで遊んだり、あとは川遊びをしに行ったり、はたまた線香花火ですごく小さい火を眺めたり、セミとか日暮らしの音で癒されたり、こういったように夏の風物詩はもう五感いろいろなその目で見るだけでなくいろいろな体験をして日本では夏を楽しむことができます。皆さんの国ではこういった夏の風物詩はありますか？もしあればコメントで教えてくださいね。お話は今日はここまでです。もしこの話がいいなと思ったらいいねをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。じゃあね。日本には昔から怖い話を語る習慣がありました。その遊びの一つとして百物語というものがあります。夏の夜に友達とお家やお寺で集まってろうそくを100本用意します。そして火をつけます。そして誰かが一つ怖い話を話し終わるごとにろうそくの火を消していきます。なので本当に100個怖い話をするんですね。そして100個目最後のろうそくの火を消した時に本物の幽霊が現れるといったような言い伝え風習があります。